どうも皆さんこんにちは、あきらです。今回はですね、10万円以下で買えるソニーの E マウントフルサイズレンズを5つ紹介したいと思います。はい、ということでですね、先日ですね、この α7C2 を買って、皆さんにね、今買うのあれじゃない、安いし、みたいな動画出したと思うんですよね。で、ソニーのおすすめレンズって結構出してきたんですけど、高いと。あきらさん、ちょっとそれ高すぎて手が出ないっすっていうね、コメントめちゃめちゃいただいてたんですよね。ほんとすいません。僕もね、結構いろんな仕事でね、G マスターレンズ、いわゆるソニーの最高峰レンズとかをね、使ったりするので、やっぱそれをね、ちょっとお勧めしてたんですが、やっぱりもうちょっとね、安く、10万円以下で、なんならもう5万円とかのレンジぐらいで買えるみたいな、それがね、やっぱ知りたいと。そらそうですよね、というところで、今回ね、用意できました。で、しかもプラスアルファでね、いくつか用意してるので、多分8個ぐらいね、そんなレンズだったんっていうのがね、出会えるかなというふうに思いますので、ぜひね、ちょっと今回楽しんで見ていただければなというふうに思っております。ということでね、早速やっていきたいと思うんですけれども、その前にですね、僕最近ですね、ソニーのカメラ限定、ソニーカメラ限定で使える、プリセットとラットをね、リリースさせていただきました。これがね、もう本当にもうびっくりするぐらいめちゃめちゃね、多くの方に使っていただいておりまして、これはですね、写真のね、色をね、気軽に編集するね、プリセットパックと、動画ですね、動画の色味をね、綺麗に編集するラットパックの2つをね、混ぜ合わせた、個別でもね、ダウンロードすることができるし、両方ね、セットにしたバンドルもね、展開してるんですけれども、これをね、ちょっとリリースさせていただきました。で、このプリセットの方はですね、クリエイティブルックっていうね、めちゃくちゃね、いい色がね、入ってるじゃないですか。あれをベースに専用設計しているものになるので、僕がね、選んだクリエイティブルックと、僕がね、すごくいいなと思うね、おしゃれな色味をね、一発でね、適用させることができるクリエイティブルックを活用したね、プリセットっていうのがね、入っていたりだとか、あとは動画でね、使えるラット、動画でもね、フィルターのようなものが使えるんですけど、このラットに関してもですね、めちゃめちゃね、贅沢にね、6種類を、用意しておりまして、で、しかもですね、スタンダードカラーと、シネ2、シネ4カラーと、あとは S-Log3 にね、適用させた3つのね、動画のカラープロファイルに適用させたね、全てを入れているし、あとはなんならカメラの中にね、ラットを取り込むことができるみたいな、そっちもね、用意しているので、めちゃめちゃ贅沢なね、使い方ができるようなラットもね、含めております。で、それをね、ぜひとも使っていただきたいっていうのがあるんですけれども、今回紹介するね、このレンズたちの作例っていうのは、ほとんどがね、それを使って編集されたものになっておりますので、ぜひね、よかったらそちらもね、チェックしてみてもらえたら嬉しいなというふうに思っております。ということで、早速やっていきましょう。はい、じゃあまずはですね、一つ目いきましょう。これですね、FE40mmF2.5G レンズになります。これめちゃくちゃ良くて、僕ほんとこれ買ってよかったと思ってるんですけど、ちなみにね、もうこれ全部僕が買って、全部めちゃめちゃ使いまくっての、おすすめレンズだからね、本当にこれ全部話せるからね。やっぱりね、このコンパクトさですよ。はい、ドンと。これ、めちゃくちゃちっちゃくない？で、しかも質感かなり良くないですか？この F 値のこのダイヤルだったりさ、ここにな、このフォーカスホールドボタンとかもあるしっていうので、この作り結構いいんですよね。で、ここにね、G と書いてありますよね。この G レンズのね、称号があるというようなレンズになっています。ソニーのレンズ簡単におさらいすると、無印レンズ、G レンズ、G マスターというのがあります。無印っていうのは、よりね、コストパフォーマンスがいいって言ったらいいのかな。はい。より買いやすい価格で、その上にね、G レンズっていうね、より画質を求めて、ちょっと値段高くなるけどね、画質も良くて、レンズの質感もいいみたいな。で、その上に G マスターというね、赤い G バッジのね、ものがあったりするんですけど、この赤バッジですね、結構ね、これ憧れれるような、めちゃめちゃかっこいいね、レンズになってるんですけど、これがG マスター、GM レンズというやつですね。で、そのね、G レンズで F 値、絞りが F2.5 になるんですよね。で、F2.8 ではなく 2.5 なんで、ちょっと明るくすることもできる。この F 値というのが4とかよりも 2.5 とかに低くなればなるほど背景がボケるんですよね。で、明るく撮れると。ちょっとここ見ていただくと分かるんですが、これ今 F2.5 ね。で、これがだんだん絞っていってます。5.6 とか8、11、16、22とかなるとめっちゃちっちゃくなっていくじゃないですか。要はこれ光の入り込み具合をね、調節するんですよ。なので、開放一番明るくすると F2.5 なんで、めっちゃ明るいし、めっちゃ背景もボケると。そんなレンズになっています。だいたいスペックがね、だいたいこんな感じで、なんと重さが 173g しかないというところなんですよね。で、40mm という画角ですから、このミリ数っていうのが増えれば増えるほど高いほど、望遠側になって低いほど広角側になりますと。なので 24mm の方が広角だし、40とか50がだいたい標準で、85とか100が望遠側になってきたりするんですけれども、これはね、非常に使いやすい。GR3X とかとね、同じような焦点距離なんで、非常にね、使いやすいんじゃないかなと思います。で、画質もね、全くもう問題ないというか、めちゃめちゃ綺麗です。はい。結構ね、シャープなんですよね。本当にパシッとね、捉えることができるし、で、思ったより背景ボケます。F2.5 かってなるかもしれないですけど、ボケるんですよ。結構ボケてくれるんですよね。なので僕はすごくね、そこも気に入ってるところだし、
40mm っていう画角はなんか見せたいものをね、はっきりさせることができる画角でもあるかなと思うので、僕はね、非常にこの画角はすごく好きですね。で、写真だけじゃなくて動画もね、しっかり撮ることもできるし、それこそ 7C2 とかはね、被写体認識が結構効くので、ペットを撮ってあげたりだとか、テーブルフォト結構ね、それなりに寄ってね、撮影することもできたりしますので、30センチとか25センチぐらいはね、寄ることができるので、テーブルフォトにもいいし、本当旅行に1台これだけあれば、めちゃめちゃね、満足できるんじゃないかなと感じております。注意点としては、動画撮影時に、手ブレ補正入れたり、ブリージング補正っていうね、そういろんな機能が入ってくると、ちょっと狭くはなります。はい、40スタートなので、動画っていうだけで、アクティブ手ブレ補正を入れると 1.1 倍、ダイナミックアクティブを入れると 1.4 倍ぐらいかかるので、結構もう狭くなってくるんですよ。なので、これ1本で何でもできるっていうわけではないし、あとはスナップ撮影とか、要はこう街中でね、いろいろパシャパシャって撮りたいときには、これもちょっと狭いと感じることはあるのかもしれないかなというふうに思いますね。で、あとフィルター径がかなり小さい 49mm のフィルター径になるので、フィルター運用がかなりめんどくさいです。なので、ND フィルターつけたりとか、ミストフィルターつけたりっていうのがやっぱちょっとちっちゃいので、僕はもうこれはもう何もつけずに運用するのがね、いいのかなと思っています。で、あとは若干価格も高いかな。新品8万5千円ぐらいで、中古が6万5千円ぐらいなんで、2万円ぐらい安くなるので、中古で買うのがいいのかなと思います。で、最近僕ね、中古はね、富士屋カメラさんで買うことが多くて、マップカメラよりもちょっと安いんですよ、富士屋カメラさんの方が。なので、今回紹介する中古価格は、だいたい富士屋カメラさんの価格が、ちょっとね、参照元になってるってことを、ちょっとね、ここも押さえといてほしいなとは思っております。で、ちなみに、もうちょい安くやりたいっていう方いらっしゃると思うんですよね。そんな方にもう一個おすすめがあって、それがね、これなんですよね。はい、めっちゃまた同じぐらいちっちゃいんですけど、FE35mm F2.8ZA というレンズになります。ここにね、ツワイスのレンズがあります。これドイツのメーカーですね。これもめちゃめちゃいいです。はい。こっちの方がさらに軽くて 120g なんですよね。めちゃめちゃ軽いんですよ。で、フィルター機も 49mm だからほぼ一緒だし、F 値だけ F2.8 になるというところは若干暗くはなるっていうのがあるんだけど、こっちがですね、今ちょっと中古が結構安いんですよね。新品だったら7万6千ぐらいなのが中古だと4万8千程度なんで、もう5万円切っちゃうという感じになると。で、見た目もですね、もうめっちゃちっちゃいから、はい、どうでしょう。こんな感じですよ。っていうようなレンズになっています。じゃあこっちの方が良くないってなるかもしれないんですけど、やっぱりね、違いはあるんですよ。やっぱりこっちの 40mm の方がもうキレがいいんですよね。もう明らかに描写力が高いです。G レンズなだけあって本当にこうバシッと決まる。一方こっちはね、ちょっとふわっというか、そんなシャープじゃなくて、なんかやっぱツワイス製のレンズをね、感じるような写りなんですよね。僕は非常に綺麗だし、特にね、僕は夏休みとかにも使ってたんですけど、やっぱこう海の発色とか青とかがね、本当生きるなっていうような印象があるんですけど、そんな写真とか動画がね、撮れるようなレンズではあります。で、他にも注意しておかないといけないのは、寄れないんですよ、このレンズあんまり。というのも、最大撮影距離が35ぐらいになるので、こっちに比べて10センチほどちょっと寄れないんですよね。なので、テーブルホットで思ったより引かないといけないってなっちゃうんですよ。だから寄れるっていうのはこのものに対してね、近くまで撮ることができる。近くてもピントが合うということになるので、テーブルフォトとかでなんかこう料理とか撮るのが好きな方とかは寄って撮りたいと思うんですよね。背景もめっちゃボケるし。でもこのレンズはちょっと30だからこんぐらいかな、離さないといけないので、言うてもね、引かないといけない。で 35mm なんで、その画面いっぱいいっぱいにね、被写体が映るっていうことはほぼないんですよね。なのでそこは注意だけれども、安いしさ、全然今でもね、僕はいいと思うんですよね。なので本当にコンパクトな、レンズが欲しいという方にはこのどっちかめちゃめちゃね、いいんじゃないかなと思いますので、とりあえずね、コンパクトプライム欲しい方ね、このどっちか選ぶといいんじゃないかなと思います。というわけで続いていきましょう。次がですね、こちらでございます。はい、こちらはソニー FE85mm F1.8 の無印レンズになっております。こちらはですね、85mm になりますので、割と望遠側のね、焦点距離になりますよね。で、これも単焦点レンズですね。先ほどのレンズも一緒で、ズームができないんですよ。これはズームレンズになるので、ズームができますと。はい、できますね。でも単焦点というのは基本的にズームができません。じゃあね、そっちの方が不便じゃないかってなるんですけど、単焦点の特徴としては F 値を下げれるというところがあります。この F1.8 と書いてますよね。はい、さっきのこれも F2.5 でしたよね。一方でこういったズームレンズ、これはねかなりいいんですけど、これ F2.8 投資なんで、ズームしても F2.8 でできるんですけど、これめっちゃ高いんで、ちょっとこれは例外なんですけれども、単焦点の魅力っていうのはズームはできないけど F 値が下げれるイコール背景もボケやすいし、夜も明るく撮れるというような特徴があったりします。そんな単焦点の 85mm というところで、大まかに2つめっちゃいいところが安い、そして
綺麗なんです。画質がめっちゃいいんです。はい。まず値段ですけど、値段ね、新品6万3000円ぐらい。安いよね。これ、形成価格バグってんやけど、6万のレンズって安いんですよ。はい。安い、めっちゃ安いんですよ。ありえへんすよね。普通に初めてカメラ買う人から6万安くねえよって感じだと思うんですけど、安いんですよ。一回これはもう思ってください。安いんですよ。6万円のレンズっていうのは。しかも中古だとね、5万切ります。4万7千円ぐらいで確認できてますので、中古でも全然いいと思うんですけど、まず安いというところですね。で、次、画質なんですけど、これね、隠れ G レンズと呼ばれているレンズなんですね。要はもう G レンズと呼べるぐらいの、描写性の画質がね、あるというようなところが、このレンズではね、結構評判が高くてですね、結構いろんな方が気に入ってるレンズになっています。やっぱもう本当に特定の部分を撮ることになるので、結構ね、集中もできるし、こう見せたいものをはっきりとさせることがね、できるっていうのもあるんじゃないかなと感じております。で、やっぱり背景のボケ具合もものすごいし、解像感もね、全然ありますよね。だから恐れずに言うと、簡単にいい写真というか、いい絵を撮れるようなレンズでもあるのかなと思います。で、あとはやっぱこの写真たち見てもらうとわかると思うんですけど、明らかにスマホじゃ撮れないですよね。これらは。スマホっていうのはやっぱ望遠側に苦手で、やっぱ光学的なぼかした撮影っていうのがやっぱ苦手になってくる。そこの正反対のところに位置しているレンズでもあるので、本当にスマホでは撮れないものを撮れるというのがすごくね、特徴的なんじゃないかなと感じております。で、あとはね、地味に嬉しいのがフィルターですね。これが 67mm というね、フィルター後継になってますから、67mm のレンズフィルターを取り付けることができます。これ何がいいかというと、ソニーのレンズっていうのは、この 67mm 系っていうのがね、めちゃくちゃ多いんですよね。だから、このね、ミリ数で買っておけば、他のレンズでもね、一緒に使えたりするっていうことができるので、ここもいいところです。で、一方で、注意点というか、押さえておきたいところで言うと、旅行とか、いろんなシーンでやっぱこれ一本で済ませるのは、なかなか難しいですよね。もう 85mm だけっていうのはちょっとこう、もうちょいね、景色残したいなってなったら、やっぱしんどいっていうのもあると思うし、あとはね、ちょっとこれめっちゃ好みやけど、外観かな。ちょっとね、この、シンプルすぎるというか、なんかあんまりこうね、面白みがない外観ではあってですね、ちょっと7-4とかとつけてみると、全然ね、めっちゃ、かっこいいな、普通にめっちゃかっこいいんやけど、なんかちょっとこういった G レンズとかの絞りリングとかさ、こういったちょっとメカメカしさがあるものに比べたら、若干何もないなというような感じはしなくはないですよね。でもそんなね、このレンズ欠点はなくて、AF とかはね、若干今のね、レンズに比べたらそれなりにね、めっちゃ速いってわけではないんですけど、でもね、非常にいいレンズだと思っています。はい、というわけでね、続いていきましょう。次がこちらでございます。FE55mm F1.8ZA というレンズになっております。ちょっとね、単焦点めっちゃ続いちゃってるんですけど、これはね、ちょっとワンランク上のね、写りにはなってくるんですけれども、新品だとね、10万円若干超えるんですよ。ただ、中古だと7万円切りぐらい、6万円台とかでね、あったりはするので、これをね、ちょっと紹介したいなと思ってます。このレンズも、先ほどのね、レンズと同じく、ツワイス製のレンズになってるんですよ。でも、シリーズもほぼ一緒と思っていただいていいかなと思います。このレンズはね、本当にいろんな YouTuber さんもね、おすすめしている中で、僕もね、モロンノンさんにね、勧めてもらって、買ってみたらめっちゃ良かったっていう感じなんですけれども、このレンズはですね、この小型さでいて、55mm の F1.8 の単焦点レンズになります。一番の特徴はこのコンパクトさと、あとはね、ちょっとね、味のある写りなんですよ。これはいい意味でなんですけれども、この発色もめちゃくちゃいいし、なんかこのレンズにしかない、なんか写りっていうものがあるんですよね。僕は結構、サイド、サチュレーションっていうのがかなりはっきり出るようなレンズだなと思ってて、特に夏とか、それこそ南国とかね、そういったところのシーンでよりね、生きてくるのかなと感じていたりするんですけど、あとやっぱ青の発色がいいんですよね。やっぱこのツワイス製のね、写りっていうのがあって、ソニーのね、純正レンズと比べたら、ちょっとなんか、この写り面白いなってなれるのが、このね、ツワイスレンズの魅力だったりするんですけど、これはね、めちゃめちゃ面白いレンズです。で、ちょっと難しいけど、引き埋めレンズが3枚入ってるので、画質もめちゃめちゃいいし、何よりもね、このコンパクトさでいて、やっぱ 50mm っていうこの使いやすさ、厳密には 55mm なんですけど、やっぱ 50mm っていう焦点距離が、特に写真ではめちゃめちゃ使いやすいわけですよね。一般的な人間の目とね、同じぐらいの見えてるような画角と言われていたりするんですけど、この 55mm っていうね、画角が本当にこう絶妙で、いろんなあらゆるシーンにね、対応して撮ることもできるし、僕の中でやっぱスマホともね、違うような表現ができるっていうところでも、このレンズはすごく気に入っています。で、僕は結構ね、旅行で持ち歩くことが多いんですけど、いろんな空気感、質感とかまで映せて、なおかつこのね、小ささっていうのが非常に好きなところです。唯一欠点としては、この AF の
切り替えもないっていうのと、絞りリングもない。で、あとはフォーカスホールドもないっていう、このレンズに対してのオプションが何もないんですよね。やっぱりこういった G レンズとかソニーの純正っていうのは、絞りリングとかフォーカスホールド、AF マニュアルの切り替えとか、クリックのオンオフとかもね、あったりするんですけど、そういったものが一切何もないですよと。ちょっとやっぱこれはシンプルすぎるのかなといった感じはあります。とはいえ、これソニーのね、レンズ群の中でもかなり初期に出たレンズになりますので、その型落ちというか、昔のレンズではあるので、そこは仕方ないんですけれども、ちょっとね、古臭さはあるものの、でもね、めちゃめちゃいいキレのあるレンズになるので、なんか単焦点ちょうどいいもの1本めっちゃね、しっかり使いまくりたいっていうのが欲しい方はいいかなと思います。はい、ということでね、お待たせしました。もう万能のズームレンズ紹介しましょう。これです。はい。もう購入検討の方多いのではないでしょうか。シグマ 2870mm F2.8 DGTN コンテンポラリーレンズですね。これはね、もうみんな持ってますよね。それ言ったら語弊があるけど、これはね、完璧です。はい。本当に完璧のレンズと言えると思います。まず値段ですよ。はい。新品89,000円。中古で8万円前後です。イコールリセールもめっちゃいいんですけど、このスペックで9万円弱、やばいっすよ、マジで。シグマさん、そんなんしたらあかんてって言いたくなるぐらいの結構激ヤバレンズになってます。で、このヤバさを知るにはスペック見る方が早いんですよ。はい。まず重量 470g、めっちゃ軽いです。ズーム域が28、70ですよね。28っていう、広角から望遠側の 70mm まで抑えて、なおかつ F 値が F2.8 投資なんですよ。これ F2.8 投資っていうのは、なんかたまにね、レンズで F3.5 から 5.6 みたいなレンズがあるんですけど、あれっていうのはズームするとだんだん F 値が変わっていく変動ズームなんですね。でも F2.8 だけってやつは、もうズームをしてもどのズーム域でも F2.8 で撮れるというようなレンズになります。一応ね、僕たちも愛用してるこの 2470mm F2.8 のソニーの純正の G マスターの2型。これね、30万ぐらいします。これ3本買えるんですよ。で、しかもですよ、このコンパクトさ。いや、やばいでしょ。同じ F2.8 ですよ。いや、すごいっすよね。シンプルに。で、シグマのレンズっていうのは、もう僕も散々レビューたくさん出していますけど、ちょっとね、いろんな見方がありまして、まずこれコンテンポラリーレンズなんですよね。ここ C って書いてます。で、シグマのレンズのラインナップとしては、アートレンズ、コンテンポラリーレンズ、スポーツラインに分かれます。アートレンズっていうのが、画質とか、主にその耐久性能とかね、部品とかも違ってくるんですけど、で、コンテンポラリーっていうのは、画質はもちろんいいんだけれども、ちょっとこう小型軽量とかに振ってます。で、スポーツっていうのは、もうスポーツ系のね、より長玉のね、ものとかがあったりするんですけど、このコンテンポラリーでよく誤解されがちなのが、コンパクト軽量で安いからといって画質がね、削られているかというと、そうではないんですよ。コンテンポラリーっていうのは、この質感とかこの小型軽量をね重要視しているっていうのがあるんですが、画質はねシグマ基準で作られてます。シグマのものづくりってマジでやばいんですけど、皆さん知ってました？このシグマのレンズのね後継を、東京からねシグマの生産拠点の会津、福島県会津までのね直径 300km とした時に、その直径の凹凸がねなんと 2cm 以下にね、抑えられていると。つまりはね2ナノメートルです。レンズ表面の凹凸がね2ナノメートル以下に、ね、抑えられているというね、ものすごい技術でね、しかもメイドインジャパンのねレンズになってます。はい。めっちゃ欲しがりませんこれ。はい、つけてみるとこんな感じですね。7C2 でも若干ね前は伸びるけど、それでもさこの万能レンズが使えたら全然いいでしょう。で、しかもフィルター機は 67mm ということで、レンズの使いやすさも完璧というようなレンズになっています。で、やっぱりね、いろんな写真を見ていただくと分かるんですけど、もう画質も全く問題ないんですよ。めちゃめちゃシャープで、やっぱりこれはね、さすがシグマ製ということもあって、非常にね、解像度が高くて、魅力的なね、写真がとても撮影することができます。で、玉ボケもね、綺麗で全然うるさくないし、シグマらしいね、本当ちょっとシグマらしさはある、なんかこうバキバキとした感じはあるので、これは正直好みは分かれるところではあるんですけれども、でもこうしっかりと写すというところではね、一級品のねレンズじゃないかなというふうに感じております。あえてね注意点を言うのであれば、やっぱりね28スタート、この広角28スタートっていうのはちょっとねやっぱ苦しい時はあるんですよ。やっぱ 24mm スタートではないので、こうちょっと狭めではあります。広角なんだけど、もうちょい欲しいなっていう時は正直出てきますよ。特に動画っていうのは手ブレ補正機能をオンにしたりするとクロップが入っていきますよね。なのでもう実質35mm ぐらいになったりする時もあるんですよ。なのでそういった時は結構ね狭いなという印象もあったりはすると思うし、純正レンズに比べてズームのね方向が逆です。純正のレンズってこっちに回すんですよね。こっち。はい。なんですけど、シグマのレンズっていうのはこっちに回すんですよ。
逆なんですよね。ちょっと純正に慣れてたら、ここら辺はね、あれってなると思うんですけど、まあでもこれ1本目であれば問題ないですよね。まあマジで万能で、このコンパクトさなんですごくいいなと思うんですけど、ちなみにこっちもあるんですよ。1628レンズです。要はこっち2870でしょ、こっち1628なんで、まあこれもほぼ同じ価格で、同じラインなんですけれども、こっちだと超広角レンズになるんですよ。なんで広角欲しい人はこっちもね買うというか、こっちもういい人はいるかもしれないですよね。僕はこれ結構良くて、自撮りするときとかは16ミリとかで入るので、めっちゃやっぱ綺麗なんですよね。ちょっとこう、星空を撮りたいとか、より広大なものを撮りたいっていう方は、こっちもね、後々買うとか、なんかそういった方法はあるので、全然これ一旦ね、買うっていうのはありなんじゃないかなと思います。まあ本当にね、これは10万円以下で買えるというところでは、マジベストレンズだと思うんでね、ちょっとこれチェックしてもらえたらなと思っております。はい、というわけでね、最後になります。最後行きましょう。こちらでございます。じゃじゃん。シグマの 16300mm F3.5 から 6.7DCOS コンテンポラリーというものになっています。はい、これね、16300なんですよ。これ伸ばすとめちゃくちゃ伸びる。めちゃくちゃ伸びるんですけれども、これね、1個まず大前提注意点としては、これ APS-C センサー用のレンズになってます。APS-C ですね。今まで紹介してきたのはフルサイズ用なんですけれども、これ APS-C 用なんですよ。なので、そのまま使うと、クロップがめっちゃ盛大に入ります。要はセンサーがね、小さいものに向けて付けられてるんですけど、でもですね、7C2 とこの7-4っていうのは APS-C 撮影モードってあるのを皆さん知ってました？これはですね、フルサイズのセンサーの APS-C 分を使って撮るというようなものになります。これを使えば問題なく使うことができるんですよ。なんで、フルサイズ用ではないので、ちょっとめっちゃ注意やし、ちょっとせこいことをしてすみません。はい。なんですけど、これめっちゃいいんですよ。まず値段がですね、10万5千円ということで、まあちょっと超えちゃってるんですけど、でも中古10万円ぐらいで買えるので、まあちょっとこれはさすがにね、許してほしいなと思うんですけど、これめちゃくちゃ楽しいんですよね。これはね、ちょっとシグマさんにね、以前機会があったので、ちょっと使わせてもらって、これでめっちゃね、面白かったんですけれども、16300mm、フルサイズ換算にすると 24450mm のレンズとなるんですよ。これがさ、やばすぎて。まず広角が 24mm じゃないですか。で、450mm の写真、こんな感じです。めちゃくちゃね、望遠にできるんですよ。それをさ、この1本で全域に対応させてるんですよね。で、しかもこれレンズにですね、OS と書いてるので、手ブレ補正機構が入ってるんですよ。レンズ内に。だから、あんまブレないんですよ。これ 450mm で撮ったらブレそうってなるじゃないですか。そんなブレないんですよ。なんで、これめちゃくちゃ面白いレンズになっています。ただまあ F 値が 3.5 から 6.7 になるので、まあ実質の F 値はこんぐらいです。はい。これもね、ちょっと計算が必要になってくるんですけれども、こんなぐらいになるので、まあそんなボケないし、めっちゃ明るいわけじゃない。だからノイズも正直乗りやすいですよ。でも、やっぱこの望遠のやれるっていうのがすごい楽しいし、7C2 と7-4のさ、良さって皆さん思い出してください。3300万画素じゃないですか。3300万画素あって APS-C にすると、こんぐらい画素数残ってるんですよ。なので、この画素数であれば、SNS に投稿するだけ、インスタに投稿するだけじゃさ、全然誰もわからへんっていうところなんで、全然 APS-C モードでクロップでガンガン撮っていくっていうのが僕はね、すごく楽しめるね、レンズだなと思って、お気に入りのものなんですよ。で、僕はね、もちろん写真も撮るし、動画もね、たくさん撮ってたんですけど、なんかもうちょっと盗撮じゃないかってぐらいのね、感じですごい遠くまで撮れたりするし、それこそ旅行に行って、なんか野生動物に出会ったりとか、まあわからへんけど、なんかそういった時とかにも、自分がね、肉眼じゃ見れないところまでね、見ることができる、覗くことができるレンズになってるので、これ非常におすすめです。で、このレンズは結構新しいんですよ。てかめっちゃ新しくて、まだ1年も経ってないんですよね。なので、シグマのレンズとしての完成度というか、まあ、ビルドクオリティ、外観のデザインも非常に洗練されてて、めっちゃ伸びるんやけど、でもね、すごい質感はいいんじゃないかなと感じております。ただまあ、一個注意点としては、めっちゃ伸びるから、ちょっとね、邪魔になるというか、他の人にね、当たらないかみたいな観光地とかでは、ちょっと気をつける必要はあるかなと思うし、めっちゃ撮ってるな、この人っていう風にね、その存在感はあるので、気軽さはあんまないかもしれないんですけど、旅行にこれ1本あれば、何でも撮れる。これこそ何でも撮れると思います。ただまあ、作品みたいなね、ものは撮りにくいかもしれない。まあでもね、こう用途によってめちゃめちゃね、ドンピシャの方がいるんじゃないかなと思ってご紹介させていただきました。で、ちなみにこれ、ハーフマクロっていうのがあって、これね、70mm のところまで望遠にしてあげると、これでですね、めっちゃ寄って、ハーフマクロっていう1対2かな、はい。被写体をめっちゃ拡大して、写すことができるみたいな、まあ、マクロ的な表現にもね、使えますので、非常にね、いいかなと思います。興味ある方はね、こちらもチェックしてもらえたらと思います。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。これがね、10万円ぐらいで買えるおすすめのね、E マウントレンズ5000になっております。結構いいレンズがあったんじゃないかなと思うんですが、ちなみにですね、皆さん、憧れの G マスターレンズなんですけれども、1個
11万円ぐらいで買えるレンズがあるんですよ。それが FE24mmF1.4G マスターです。これね、新品だと19万円ぐらいするんですけど、中古だいぶ今下がってて、11万円ぐらいで買えちゃうんですよね。ちょっと僕買っちゃおうかなと思ってるんですけれども、24mmF1.4GM 結構今ね、買いやすいんですよね。いや、まあ G マスターレンズ結構いろいろある中で、結構ね、中古も潤ってきておりますので、もうちょい頑張ってね、これを買うっていうのも、もしかしたらありかもしれないですよね。僕はね、これをめっちゃ使ってたね、時期があったんですけれども、レンタルでね、これはね、非常にいいレンズでしたね。ということで、最後にですね、皆さん、15万円までいくとこの2本買えるんだよっていうのをねちょっとご紹介していいですか。プラスアルファ2本あるんですけど、15までいくとこれ買えるんだよなっていうのがあって、それをねちょっと最後に紹介して終わりたいんですけれども、今ね見ていただいてた作例たちはですね、僕が作ったねソニーカメラ専用設計をしたプリセットとねラットを使っています。もう本当にねもう全部写真もいい色味だったと思うし、もうクリエイティブブックを活用しているので、やっぱりねビフォーアフターで見比べてもやっぱ全然ね違うような描写になってると思うんですよね。で、動画に関してもスタンダードで入れていただいていいし、死ね通信横っていうねちょっとねログほどじゃないけどダイナミックレンジを広くさせておくとかもできたりするし、あとはね S ログにねもうワンタッチで入れるだけですよ。これワンタッチで入れるだけでこの色になったりとか、他のね色のパターンもあったりするので、本当に手軽にね気軽にね使えて、で両方のセットのバンドルだとねよりお得に購入することができますので、もうソニーユーザーの皆さんよかったらぜひねこちら使ってみてもらいたいと思います。ちなみにねこのバンドル版の方は初日で100以上売れました。本当に皆さんありがとうございます。めちゃくちゃ愛用しているという意見もいただいて、これはね、そもそも僕たちのね、制作ワークフローを楽にしたいという思いから作ってるので、一番使ってるのは僕たちなんですけれども、たくさんの方にね、使っていただけて嬉しいので、ぜひね、こちらももう一度チェックしていただければ嬉しいなと思っております。ということでね、皆さん紹介しましょう。これですよ。FE2450mmF2.8G レンズになります。これがですね、新品16万円するんですけど、中古15万円前後です。はい。中古だといけるんでちょっと許してください。このちっちゃさまずやばいんですけど、2450の F2.8 同士なんですよね。まさに万能小型レンズですよね。これのすごいところはやっぱ軽さなんですよ。 440g で、こっちのシグマのね2870よりも軽いんですよ。こっちはね70までいきますけど、こっち50までですね。でもこっちは広角が 24mm なんで、やっぱ広く撮れるといったところですよ。でG レンズということなので、やっぱもう写りもめちゃくちゃいいんですよ。とりあえずねこれ1本あればマジで何でも撮れるし、1本これだけつけておけばいろんなシーンに対応できるし、写真も動画もめちゃめちゃね万能に撮れるレンズですね。正直なところ値段はね高いと思います。15万円ぐらいで買えるとはいえ、いや13万ぐらいにしろよとか思うぐらいちょっと割高感はあるし、あとね 50mm っていうのは思ったより寄れないです。2450っていうズームレンズと考えたら寄れないなってなります。なんでちょっと寄れる単焦点って言ったらいいのか、単焦点がいろいろ使えるズームレンズと言ったらいいのか、万能ズームというとちょっと寄れないなって感じはするので、50mm までっていうのはね若干あれではあるんですけれども、でもねやっぱこれいいですよ。ほんと小型軽量でズームができて、いやめちゃめちゃいいレンズだなと思っています。描写力も良くて、フィルター機も 67mm で統一されているし、本当に万能でいいレンズだと思いますが、寄れないので意外とねズームができないっていうところには注意をねしていただければいいかなと思います。で、あともう一個さらにね最後の最後に一つあるんですけれども、今撮ってるレンズです。これですね、 FE35mmF1.4 の G マスターレンズです。皆さんこれで僕撮ってるんですけど、新品だと19万円ぐらいしてしまうんですが、中古だとね、富士屋カメラさんの中で見たら15万円を切ってくれるんですよ。もう G マスターです。で 35F1.4めちゃくちゃいいですよこれ。正直なところ僕はね今のねこういった YouTube 動画で一番使っているんですけれども、作品のね制作にもいいですし、本当にね 35mm の G マスターのこの使い勝手の良さと、画質の描写力とボケの滑らかさと発色とか、あとフィルター機 67mm っていうのとかもう全部トータルしてめっちゃ大好きな G マスターレンズです。ちょっとね今撮ってるのでここに見せることはできないんですけど、重量もね 524g とめっちゃ重いわけではないし、フィルター機も 67mm だし、最短撮影距離もですね、25センチぐらいが最短撮影になるので、それなりに近づけることもできたりしますよね。やっぱりね、G マスターというだけあって、質感とか描写力も何もね文句がないぐらいすごくいいものになっていますので、これが15万円以下でね購入することができるというところで言うと、もうちょっと頑張ってこれを買うっていうのももしかしたらいいんじゃないかなと思って、ちょっとね最後にご紹介できればなと思ってご紹介をさせていただきました。僕のね YouTube 動画めっちゃなんか綺麗だなと思ってくださって
ってた方は、まあ、これがね、かなり大きな要因なのではないかなと、35mm で多上でね、撮っていたというところになっております。はい、ぜひね、こちらもチェックしてもらえたらなと思っております。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。今回ね、ソニーのね、7C2 とか7-4におすすめのですね、フルサイズを10万円以下、プラスアルファ15万円ぐらいで買えるレンズっていうものをご紹介させていただきました。やっぱりね、安く始めたいっていうのもありますし、最近ね、結構いろんなね、プライベートの質問もいただいてたので、ちょっとそういったね、ところを踏まえて動画を作らせていただきました。で、あとはね、僕がね、ソニーカメラ専用設計したね、ラットパックと、プリセットパック、その両方合わせたバンドルもね、すでにね、お買い求めいただくことができますので、僕たちのオンラインショップ、ビジュアルパークというところからね、ぜひね、ご覧いただければ嬉しいなというふうに思っております。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。